メリークリスマス。今年もクリスマスシーズンがやってきました。毎年クリスマスがあるんですけれども、年々年を取ってしまいます。だけど、毎年年を取るのが楽しくなる。今日はそんな話をします。超越瞑想を実践していると、年を取るのが楽しくなります。今日はそれについてお話ししますね。私はマハリシ総合教育研究所群馬オフィスで超越瞑想を教えている森正也です。さて、私が小中学生の時は早く大人になりたいって思っていました。自分で車を運転してどこにでも行けるようになりたいとか、いろいろなことをやってみたいという夢もありました。今だったら早く自分のスマホを持ちたいっていう小学生もたくさんいそうです。それで今は58歳ですが、欲しかったものはだいたい手に入れたので、渇望するほど欲しいものはありません。さすがに昔のように体は動かなくなってきていますが、特に困ってはいません。でも20代の人たちとかを見ると、もうなんだか動きが違いますよね。軽やかです。ということで、今日の話は老化についてですが、なぜ超越瞑想を行うと年を取るのが楽しくなるのでしょうか。年を取ると嫌だというのは、例えば肌のツヤがなくなっていくとか、気力体力が衰えていくとか、忘れっぽくなるとか、いろいろなことがあると思います。そんな状況でも年を取るのが楽しいって思うことがあるとすれば、例えば人生の経験が豊かで、いろいろな人にアドバイスをして喜んでもらえるという感じでしょうか。あるいは盆栽とか時間をかけて育てていく趣味を持つと、年々楽しさが増していくかもしれません。超越瞑想の場合には老化がしにくいという研究結果がありますので、同年代の人よりも若い状態を維持できると言われています。昔の友達に会った時に若いねって言われるのは嬉しいですよね。さて、そういう感覚的に思うこともあるのですが、今日は超越瞑想に関する実際の研究データがいろいろとありますので、その中の一部をご紹介します。最初に紹介するのは、生物学的年齢の若返りです。生物学的というと急に難しそうな言葉に感じますが、要するに体の若さですね。最近は体重計でも体内年齢というのがすぐに出ますね。普通に体重計に乗っただけでスマホにデータが転送されるので、とても便利です。使っていますか？特に必要ないといえば必要ない気もしますね。さて、この研究は生物学的年齢っていうのと実際の年齢とに差があるのかどうかという比較を行ったものです。対象群というのは超越瞑想を実践していないグループです。このグラフを見ると、対象群の方々は実際よりも2、3歳若いということですね。そして超越瞑想を実践している人はどうかと言いますと、体はより若くなっています。しかも長期間実践している方がその傾向が大きく出ていますね。この研究から言えることは、超越瞑想を実践している人々は年をとっても生理状態は実際の年齢よりも若くなっているということです。では次です。この研究は DHEAS と呼ばれる老化と関係した化学物質を調べたものです。この化学物質は年を取るにつれて減少していくようです。正直私は全くよくわかりません。この図を見ますと、超越瞑想を実践しているグループは実践していない対象群と比べて、この化学物質の濃度が高くなっています。これは超越瞑想を実践している人は普通の人よりも若いという結果になっています。はい、次は老化の過程の逆転です。先ほどの研究と似ているのですが、これは血圧の低下と筋点視力、聴覚域値の改善という点で比較したものです。
ここでいう長期の実践者とは超越瞑想歴5年以上だそうです。だいたい12歳ぐらい実際の年齢よりも体は若いということです。これはパッと見て若く見えるということではなくて、生物学的な考察ということです。この図を見るとまさに老化の逆転ということが起こっていますね。ちなみにこの研究は食事と運動の影響を統計的に取り除いているそうです。ちなみに超越瞑想に関する科学的な研究は本にまとめられています。今日紹介している研究データは多分この本の中に掲載されていると思います。興味のある方はぜひご覧いただければと思います。では次に行きます。これは寿命の延長ですね。超越瞑想を学んだ年配者の方々を3年間にわたって調査しました。他の手法を実践している人たちと比較したところ、超越瞑想を実践している方々の寿命が伸びています。長生きをしたいと思う場合には、超越瞑想はなかなか良い選択肢になるのではないでしょうか。はい、次に行きます。これはハーバード大学で80歳以上の方々を対象にして行われた研究です。この研究では血圧などの生理的な機能の計測を行うと同時に生存年数を調べたものです。この図はその研究の中で生存年数に関する考察についてグラフにしています。超越瞑想を実践している人々は実践していない対象群のグループと比較して約 40% 寿命が伸びていることが分かりました。その後、この研究についてはそれを再確認するためにより大きなグループでさらに長期間にわたって死亡率を調べる研究が行われたそうです。その結果として超越瞑想を実践している人々のグループは他のグループと比較して死亡率が 51% 少ないことが分かったそうです。先ほどの研究結果もそうですが、超越瞑想を実践していると寿命が伸びるということです。ただ単に寿命が伸びるというだけですと、つまらない人生を送っている人には魅力的な話ではないかもしれません。しかし、他の研究データなども見ますと、自己実現や人間関係など、いろいろな点で楽しい人生となっているようです。楽しい人生を長く続けるというのは理想的なことではないでしょうか。最後にもう一つ紹介しておきます。これはアーユルヴェーダというインドの健康法を取り入れた場合の研究ですが、これは特にマハリシの若返りプログラムに関する科学的研究になります。それによりますと、このプログラムによって心と体の両面で健康が大きく改善されることが示されています。この図は1週間の若返りプログラムの効果に関する研究結果だそうです。幸福感、活力、体力、食欲や消化力、睡眠、理性と感情、若々しさといった面で対象群と比較すると大きな差が見られます。健康で長生きということは人生を楽しむ生活がずっと続くということですね。先ほどの研究でもありましたが、超越瞑想を長く続けていくと、だんだんにその効果も大きくなっていきます。そのため、年を取るのが楽しいということになっていきます。1年前の自分よりも幸福度が増していて、それが続いていく感じです。また、同年代の人と会った時には、生理的にも若く、また脳の活動もしっかりとしているので、羨ましがられるということがあります。ただこれについては個人差がありますので、超越瞑想をしている人であっても老けて見える人もいるでしょうし、瞑想していないのに、若々しい人もいます。今回の研究データはですね、他人と比べてというよりも、もしあなたが超越瞑想をしていない場合としている場合で比べた時の可能性ということで考えてみていただければと思います。今回紹介した研究結果だけではなくて、例えば対人関係の改善とか
記憶力の向上、知覚や運動能力の向上など、いろいろな効果がもたらされるというデータもあります。これらの研究については、マハリシ総合教育研究所のウェブサイトでも見ることができますので、ぜひご覧いただければと思います。はい、今日の動画はここまでです。もしこの動画が良かったという方は、ぜひいいねをしていただけると嬉しいです。また、チャンネル登録がまだの方は、登録をよろしくお願いいたします。超越瞑想については、各地の瞑想センターで無料の説明会を開催しておりますので、興味のある方はぜひお近くの瞑想センターにお問い合わせをお願いいたします。私は群馬オフィスで活動しています。今日もご視聴いただき感謝いたします。ありがとうございました。